やたかギター。始まりましたあやたかレディオ。クラシックギタリストの高橋彩香がお送りいたします。今日ラジオ2回目ですね。2回目ありましたね。よろしくお願いします。今日はギターを始めた経緯を喋ろうかなと思っておりますけれども、中学校の部活動にギター部というのがありまして、で小学校からもアコースティックギターをやりたかったんですね。でギター部あるじゃん、やったと思って、もうオチが分かったかと思うんですけど、入ってみたらギターマンドリン部だったんですね。それでクラシックギター、最初クラシックギターとかも知らなくって、でギターじゃんって思いながら弾いてたんですけど、あれピック使わないわとかだんだん思ってくるっていう感じだったんですね。で、クラシックギターも面白くって、でアコースティックギターをですね、父に買ってもらったんですけれども、やっぱ弦がそちらの方が硬くって、いざ触ってみると、でクラシックギターの方が柔らかいから、弾きやすくって、そっちばっかり弾いていたっていう感じですね。でめきめき成長しまして、私かなり頭角をですねもう表してて、自分で言うで、ちょっと結構弾けんじゃない自分って中学生の時思っていて、でもう習いに行こうかなと、中学校3年生の終わりぐらいですかね、音楽の先生にクラシックギターの教室なんかあるのかなと相談しに行ったところ、紹介していただいて、先生を。で習いに行くぞということで、体験ですかねに行ってみたところ、先生が、めちゃくちゃ弾けるわ、井の中の蛙だったわを体験しましたね。まさしくもうね、知らないがゆえの自信。やっぱちょっとクラシックギターのソロとギターマンドリンのギターの使い方というか、やっぱソロと伴奏という感じでちょっと違うんですね、やっぱり弾き方が。でやっぱソロ難しくって、ギターマンドリンの中のギターも難しさはあるんですよ。またソロとは違ったちょっと和音が多いとかね、もうずっと右手がもう死んじゃうみたいな連続で弾いていて、チャ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 みたいな。でもソロはもうちょっとなんか細かい、自分でメロディーも伴奏も内声もですね弾かなきゃいけないという、なんていうか精密さみたいなのが最初全然やっぱり難しくって、なんじゃこれと思いながら練習したというのがクラシックギターの、ソロの始まりと、ギターとの出会いという感じですね。それで同時に私吹奏楽部にも見学行ったんですよ。でサックスやりたくって、だからサックスかギターがやりたかったんですね。あるあるですよね。かっこいいあるある、かっこよく見えるあるあるで、サックスはですね、音が最初体験入部で鳴らなくてブーっていうのがで、サックスはできないと言われましてですね、もうサックスできないなら吹奏楽部いいですと。あそこでね鳴ってたら、私は今頃サックス奏者だったかもしれないですね。もうどちらに進むかでしたね、多分ね、わかんないですけど。でそのまま頑張って練習しましたという感じで、あと今日マスタークラスのことについてもちょっと喋ろうかなと思っておりまして、マスタークラスっていうのは有名な先生、有名じゃなくても全然有名じゃいいんですけれども、プロフェッサーにですねみんなの前で習うっていう観客がいて、大体1時間弱ぐらいだと思うんですけど、レッスンを受けるという、会ですね。でその思い出
なかなかねマスタークラブ最近その一般の方でも全然受け入れるようになってきたんですけど、外国の方のマスタークラスを受ける機会はそんなにないのかなまだって思っています。で、思い出に残ったですねマスタークラスをお話ししようかなと思ってるんですけれども、で私がちょっと衝撃だったのはやっぱマルシンディラですね。マルチンっていう人もいらっしゃいますけど、マルシンディラのマスタークラスを受けた時に、私も大学生か大学卒業したあたりかちょっと忘れちゃったんですけれども、まあねギターでちょっとギター一本で頑張ろうかなっていうとぐらいの時にマスタークラスを受けて、でもガボットで受けたんですよ。バッハの曲を覚えてて、タンタンタンタタタタタでバイオリンでも弾けますね。でやっぱりリズム感がまだ全然なくって、でマルシンディラにリズムをずっとこうだよこうだよってもう熱心に言ってくれて、だから全然最後までいかなくって、曲ね最後まで見てもらえなくって、ひたすらそのガボットのリズムの取り方を何回も教えてもらって、一緒にちょっと踊ってみようとか言われちゃったりして踊るっていうかね、手をリズム通りに動かすとか、そういうちょっと今マスタークラス辛かった思い出を喋ってますね。思い出に残ったというか、でそれで結構ですね衝撃の、私リズム感ないんだと思って音大も卒業してるか音大に通ってる中、リズム感がないってどういうことと思って、ちょっと衝撃で、その後ねリズムトレーニングに通いましたね。やっぱリズムは取り出して楽器とは話してまず練習しなきゃいけないなということでですね、でちょっと悔しくってリズムを習いに行ったという話と、あとジュディカエル・ペロはですね、もう衝撃のマスタークラス。私はこれはもうねみんなに喋っていますけれどもジュディカエル・ペロはもう多分バッハで受けたと思うんですけど、ジュディカエル・ペロアの後だったと思うんですね、マルシンディラよりも。でジュディカエル・ペロアはもう確かちょろっと弾いて、私がそしてストップみたいなで、もう永遠に左手の動かし方、親切ですよ。もうすっごいもう何回もやってくださって、これが大事だ、これができないと弾けないみたいな、ギターは弾けないみたいな感じで何かというと詳しくは左手の指板、ネックから指板からもう左手はなるべく離しちゃいけない、なるべく触ったまま移動する、何かない限り離さないというですね考え方で、人差し指を例えば2弦の1フレットのドから、3弦の2フレットのラまで斜めに動かさなきゃいけないですよね。離さずに移動するってなったら。でもそれも一回離してまた置くんじゃなくて、そのままスルスルっと移動するんだっていうのをですね、斜めもそうだし、たとえに2本弦をまたいでいたとしてもスルスルと開放弦を鳴らさない限りは離さない、左手を離さないっていうのをですね、小1時間厳しいとすごいためになりましたけどね。その後はもう本当に左手の動かし方の練習をして、本当にすごいんですよ。ジュディカエル・ペロアって左手もうヌメヌメ動く感じで、そういうマスタークラスを受けました。衝撃でしたね。あんまり日本の先生にはそういう弾き方をまだしてる人が少なかった時代でしたので、ということがありました。これ効果音ちょっと入れてみたんですけど聞こえますで最近はですねマンドロンチェロマンドセロとも言うんですけど、
マンドリンの大きいバージョンですね。ギターぐらい大きさがあります。その楽器をですね手に入れまして、ちょっと譲っていただいたんですけれども、編曲する時に使いたいなと思って、で今たまに練習しております。ちょっとずつねコツコツで。マンドリンはやっぱピックで弾くんですよ。でアコースティックギターをそうそう弾かなくなってしまったもんですから、本当にピックが今慣れなくってもうねつるりんこですよ。ピックは手からつるりんこ、困っちゃいますねでその話をしたいわけじゃなくて、で私クラシックギターなので右手の爪が伸びてるんですね。でかれこれ10年は切ってなくて、爪をずっと削って生活してるんですけど、で小指も切らずに普通に伸ばしてたんですね。右手の小指の爪も。でもマンドリンを弾くにあたって小指を表面板につけるんですよ。ピックで弾く時に。そうするとやっぱ爪が長いと削れちゃうので、表面板が。で切ったんですよ。もう何年ぶりかに爪を切ったんですねそしたらなんかスースーしちゃってスカートを久しぶりに履いたみたいな、なんて言ったらいいんですか、スースーしちゃってこれが慣れなくて困ってるっていう話なんですけど、左手はねもう深爪の一歩手前ぐらい切ってるんですけど、これはかれこれ10年切ってるのでまあね慣れてるんですけど、これあったものがないと本当にね何の話だよっていう感じですけどねあともう一つ今日話したいことあって、私サブレ同好会っていうのを勝手に名乗ってるんですね。お菓子のサブレなんですけどインスタのプロフィール欄にも書いてあるんですけど、かといってねそんなに毎日サブレ食べてるわけじゃなくて、差し入れとかもらうことがよくありますね。コンサートとかしたり、あと生徒さんにお土産をもらったりですね、旅行行ってきましたという。で最初はですねやっぱ困るかなと思って、差し入れとか何持ってこうとか、お菓子ねお土産とか何持ってこうとか、困らせないようにですね、そういうご好意をサブレが好きって言ってればみんな買いやすいかな手頃な価格だし。サブレは本当に好きなんですけど、本当に好きなんですよ好きになってきちゃって、好きって言ってたらそういうことありますよね。あいつお前のこと好きらしいぞって聞くと好きになっちゃうみたいなね効果が。でサブレ好きって言ってて、本当にいろいろなサブレをですねもらうようになってですね、すごい嬉しいんですけど、サブレとクッキーとビスケットの違いっていうのを一回調べたことがあって、なんで今日これを喋ろうかと思ったというと、最近コフレっていうやつに出会ってもう大パニックなんですねサブレ、コフレ、クッキー、ビスケットで、クッキーとビスケットは私の中でビスケットは薄くて2回ぐらい焼いてあるみたいなざっくりな認識なんですけど、でビスケット協会っていうのが今日改めて調べたらあって、でビスケット協会さんがクッキーについて定義をしている文章があってビスケットを定義するんじゃないんかいと思ったんですけどクッキーを定義してる、糖質と糖分かなと脂質が40%以上みたいなこと書いてあったんですけど、ちょっと調べてみてくださいね、ここの詳しいところは。でサブレはですね、どうやらフランス出身で、もう一番ですね脂質が多いとバターと薄力粉が約1対1というね、一番ファットな食べ物を、サブレと定義してるらしいですね。よくわかんないですけど、私の中では、クッキーはなんていうかしっとり、最近ね濡れサブレっていうのはもうすごい私好きですけど、クッキーじゃなくてサブレはこぼれやすいっていうか
ちょっと硬いみたいな、硬さがあって噛んだらこぼれるみたいなイメージなんですね。でクッキーは歯を入れる時硬くないけどこぼれるみたいなこぼれるんかいなんかサブレがポロポロでクッキーがホロホロみたいなイメージですね。適当で最近ねサブレをもらった時にわいサブレだと思って食べようとして裏を見て裏を剥がすタイプだったんですね。そしたら栄養分とかが書いてあって何を使ってますよ、牛乳と卵ですよ、でそういう名称のところにコフレって書いてあって、でサブレじゃないのみたいなコフレって何って思って調べたら宝石箱っていう意味らしくって、詰め合わせみたいな。でよかった、またなんか新しいの出てきちゃったのかと思って驚いたっていう話なんですけど今日ね最後にね言っていた、すいません、解釈動画じゃないですね、曲の解釈を少し喋って終わりにしようかと思っております。今日弦変えたんですよ。で11月のある日のですね解釈をしようと思うんですけど、解説じゃなくて解釈ですね。で11月のある日ちょっとですねいろんな理由で長くは弾けないので、最初のタン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 、最初はですね、私はこれはちょっと曇り、天気が少しぐずつきそうみたいな感じでラシをね弾いてますねでここら辺は、雨がちょっとしとしと降っていると。でも、嫌な雨じゃなくてちょっとあったかい雨、今の季節みたいな感じですかねっていうイメージで弾いてます。でそのあと10小節目からですね、こういうとこが始まると思うんですけど、ここはですねやっぱちょっと冷たい雨になってくるっていう感じですね。この11月のある日はですね、レオ・ブローウェルの、私は空模様と、人生模様をかけてるんじゃないかと勝手に解釈して弾いてます。でここでまたちょっと暖かく、一回沈んだ気持ちが暖かくなっていくという感じですね。で2カッコですね、26小節目ぐらいかな、楽譜によって違いますけど、このハーモニクスここのミでだんだん晴れ渡っていくっていう、だから晴れていくっていう感じで弾きますね。でこの後はですね、もう虹がかかるぐらいピカピカですね。ちょっと人生の中のいい時期という、いい時期というか一日でも差がありますよね。ちょっとなんか疲れたなっていう時と、今日もワイン飲んじゃうぜイエーイみたいな時があると思うんですけど、後半はだから明るい時ですね。でまたちょっと静かに物思いにふけていくという、構成をイメージして弾いております。それではですね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。またラジオ楽しみにしていてください。バイバイ。